こんにちは、ゆのぴママです。今日は助産師の私のバースプランとその実際をご紹介しようと思います。注意点として各分娩施設によって対応可能な内容やその範囲が異なると思いますので、妊婦健診の際に担当助産師に確認することをお勧めします。まず入院から分娩までの間、1つ目は好きな音楽を聴いていたい。これは持参 CD を流してもらえるかを確認しました。結構悩んだのですが、最終的には病院のオルゴールの音楽が一番リラックスして過ごせるなと思ったので、結局 CD は持参しませんでした。2つ目はアロマオイルを使いたい。これは持参のアロマオイルを使用できるか、また施設に準備してあるオイルはあるのかを確認しました。担当の助産師さんも気にかけてくれて、リラックスしながら当日は過ごすことができて本当に良かったと思います。3つ目は部屋の照明は暗めがいい。これはライトが煌々として明るい中だと余計に緊張してしまうと思ったのでお願いしました。出産時のバースプランについては、1つ目は立ち会い出産。命が生まれてくるその現場をぜひ旦那さんにも見てほしいと思ったので、コロナ禍ではありましたが立ち会い出産ができる産院を選びました。2つ目は家族で写真を撮ってもらいたい。出産するまでは写真動画ともに NG というルールがある産院だったので、産後に撮ってもらいました。生まれたすぐの赤ちゃんの写真を撮るのは旦那さんになるので、産院のルールは事前に共有しておきました。3つ目は胎盤が見たい。これは単なる私の希望で、パパは興味がなさそうでした。助産師をやっていて思うことは、胎盤からわかる情報って本当に多くて、出産時なかなか赤ちゃんが降りてきてくれない時は、最大へその緒が短かったり、逆に首に二重三重とへその緒が巻きついている子はへその緒が長かったり、妊娠中胎児の発育が良くない場合に胎盤が小さいということがあったり、胎盤がママの体とくっついていた面が弱っているものではボロボロと脆くなっていたりと、約10ヶ月赤ちゃんに栄養を送り続けてくれた胎盤を今しか見れないと思って見てみました。これといって特徴はなかったのですが、前期破水だったので赤ちゃんを包んでいた膜の破れた場所を教えてもらったりと、見られてよかったなと思いました。ここからはパパシリーズになります。1つ目はパパのへその緒カットです。せっかく立ち会い出産ということなので、赤ちゃんのへその緒をパパにカットしてもらいました。男性は妊娠中もパパになるという実感をすることがなかなか難しいと思うので、少しでも意識してもらう意味も込めてやってもらいました。初めは怖いと言っていたパパでしたが、涙を流しながらしっかりへその緒を切ってくれて、今ではいい思い出になったと言っています。ゆのぴが大きくなったらパパがおへそを切ってくれたんだよと教えてあげたいと思います。2つ目はママパパのカンガルーケアです。赤ちゃんが生まれてすぐママの胸で肌をくっつけて抱っこするカンガルーケアですが、パパもできるということだったのでやりました。あったかいと嬉しそうに抱っこしている姿を見ることができて、私も良かったと思いました。では次は実際のパパのへその緒カットとママのカンガルーケアの映像です。出産直後の映像なので苦手な方はご注意ください。もうちょっと開いて、そうですそうですそうです。はい、じゃあパパ近づいて中に画面に入ってください。おめでとう。お尻上げてもらって。あ、似てないパパに。もっと戻ろうか。ね。あ、そうです。出しちゃいました。ごめん。